1066年、ノルマン人の歩兵と騎兵7000人が船で英仏海峡を渡りました。標的は100万人以上が暮らすイングランド。この短い航海が重大な結末をもたらすことに、同じ頃他のノルマン人の集団もヨーロッパ全土に向けて出発し、大陸全土の歴史に影響することになります。さて、この戦士たちは何者で、どうやって後半にその足跡を残したのでしょうか。200年以上前に遡るバイキングがフランス北岸に定住を始めた頃です。これは北欧一帯で起きたスカンジナビア人の集団大移動の一端でした。フランスの住民は侵入者たちを北方角にちなんでノルマン人と呼びました。最終的にフランク王チャールズは911年、バイキングの首領ロロと和平交渉をし、ロロに与えられたフランス北岸の一帯はノルマンディーとして知られるようになります。ノルマン人は新しく定住した生活に順応しました。フランク族の女性と結婚し、フランス語も取り入れ、古代スカンジナビア宗教からキリスト教への改宗を始めました。順応したものの、ノルマン人はバイキングの祖先の戦士が持つ伝統と征服精神を持ち続け、野心的なノルマン騎士たちは新たな挑戦を模索するようになります。ノルマン人の最も有名な功績はイングランドの征服です。1066年、ノルマンディー公ウィリアムはハロルド・ゴドウィンソンがイングランドの王位継承を主張したことに対抗し、イングランドに上陸。ウィリアムとその騎士たちはヘイスティングス近くでハロルドの軍と衝突しました。戦いのクライマックス、ハロルドの目に矢が刺さり、ノルマン人の勝利が決定したシーンは70メートルのバイユーのタペストリーに記録されています。ウィリアムは大規模な城の建築運動やイングランド社会の再編成を推進し、その利益を強化しました。征服王ウィリアムの呼び名通り、彼が実施した大規模な測量調査はドゥームズデイブックとして知られ、そこにはイングランドのあらゆる土地の人口と所有権が記録されました。ノルマンフランス語は新しい宮廷の言語となりましたが、庶民はアングロサクソン語を使い続けました。時間をかけて2つの言語は融合し、今日私たちが知っている英語になりましたが、貴族と農民の隔たりは今もカウ、牛とビーフ、牛肉など同義語に見られます。12世紀末までにノルマン人勢力はウェールズ、スコットランド、アイルランドへと拡大し、この間ノルマン騎士の集団はエルサレムから戻った巡礼者の話に刺激を受けて地中海へ進出しました。そこで彼らはその地域一帯の主要勢力間の複雑にもつれた紛争の中に身を投じました。高く評価されたノルマン人傭兵の戦いの一つに、記録上に初めて残る新ダイアリーによる重騎兵突撃があります。この圧倒的な戦術はすぐに中世の戦術の基本形となりました。ノルマン人は1095から99年の第1回十字軍の中心的存在となり、これは中東の一部地域におけるキリスト教支配を取り戻す血塗られた争いでした。しかしノルマン人は単なる戦い以上の行いをします。勝利の結果、鉄腕ウィリアムや狡猾者ロベルトなどの首領たちは南イタリアの土地を獲得し、最終的にそれらを統合。1130年にはシチリア王国が成立しました。ルッジェーロ2世の下で、王国は宗教戦争と内乱によって引き裂かれた世界で多民族への寛容性のお手本となりました。イスラム教徒のアラブ詩人や学者はビザンティン帝国のギリシャ船員や建築家とともに宮廷に仕えました。ラテン語、ギリシャ語、ノルマンフランス語とともにアラビア語も公用語でした。世界の地理に関する知識はタブラ・ジョレリアーナにまとめられ、そこに掲載された世界地図は300年もの間最も正確な地図となったのです。またパレルモにある教会はラテン様式の建築とアラブ様式の天井、ビザンティン様式のドームが融合し、精巧な金のモザイクで装飾されました。これほどまでに成功したノルマン人は今はどこに？実はこれが彼らの成功の鍵なのです。征服した社会を支配するのではなく、その社会の一部になること。最終的に民族集団としてのノルマン人は姿を消しましたが、その貢献は残りました。今日ヨーロッパの風景に点在する城や教会、英語が話される場所にノルマン人の遺産は生き続けているのです。
歴史がお好きな方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。ジュリアス・シーザーに対する陰謀からバナナの暗い歴史まで、毎週様々なアニメーションを公開しています。